今回は全介護が必要な方の住まいづくりについて教えていただきます。では、武藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず、状況から確認しましょう。こちらをご覧ください。全介護が必要な方は、生まれた時から重度脳性麻痺、進行性の病気で難病を患われている方、例えば筋ジストロフィー、ALS、リウマチなど、事故による交通事故や労災事故など高次脳障害に遭われた方、老化による機能低下などさまざまな要因から全介護が必要な方がおられます。なるほどですね。あと確認しておく必要があるのが残存能力や意思伝達方法。言葉で伝えられなくても目や指一本動くことで意思疎通ができる福祉機器があるんだよ。言葉だけが意思疎通の手段ではないんですね。その他にも日常生活動作の確認も必要だよ。外出、着替え、入浴、食事、排泄、動作での困りごとをチェックする必要もあります。もう一つ、これがとっても大事なことなんだけども、介護される方だけではなく、介護する方の身体状況の確認と家族構成の確認も必要なんだよ。どういうことですか？例えば、将来的に見ても、継続的な介護が可能かどうかなど、よく考える必要があるよね。それから、全介護の方は、備え付けの医療機器を使われたりするので、十分な介護スペースが必要となります。また、家族が増えたりする場合があるので、居住空間の確保も考慮しておくことが大事なんだよ。なるほど。現状だけじゃなく、将来的なことも考える必要があるんですね。そうだよ、おっちくん。考えないといけないことがたくさんあるんですね。大変そう。でもね、おっちーくん、今は介護負担の軽減できるような福祉機器があるんだよ。そうなんですか？ちょっと見てごらん。こちらの排泄予知支援機器は、排泄のタイミングを教えてくれるんだよ。また、このルームシャンプーは、家庭用の掃除機を利用して、どこでも少量の水で洗髪・洗体ができるんだよ。こんな便利なものがあるんですね。あと、住まいの環境としても考えておかないといけないことはたくさんあって、季節に左右されない室内の温度管理や非常時の避難経路の確認、細かくは照明、カーテンなどの開閉などの配慮が必要だね。武藤さん、今日もありがとうございました。とっても勉強になりました。また次回お会いしましょう。